こんにちは、ひなです。今日はトマトをめぐる争いについて紹介してみたいと思います。トマトは味的にも好き嫌いが分かれる食べ物の代表ですが、これまで議論になったり裁判になったりすることもありました。時は1893年、アメリカ。食品の輸入業者が納めた税金の返還を求めて訴えを起こしました。当時のアメリカでは野菜を輸入すると 10% の関税を支払う必要がありました。輸入業者のニックスさんは主張します。トマトは果物。果物なら関税はかかりません。野菜と果物の分け方は意外に難しくて、よく言われるのは木になるのが果物で草になるのが野菜というものですが、それだとスイカやイチゴは野菜になってしまいます。トマト、野菜、果物、それぞれの定義について双方が主張した末の判決は、トマトは野菜。残念ながらニックスさんが支払った税金は戻ってきませんでした。トマトが関係する争いは現代の日本にもありました。争ったのは大手の飲料メーカー同士。2016年に伊藤園を訴えたのはカゴメでした。甘くて濃いけど酸味が少なくさらっとしていて飲みやすいトマトジュースを開発した伊藤園。その成分バランスを特許として登録しました。これに異を唱えたのがカゴメ。情報が曖昧で特許として認めるのはおかしいという主張です。特許を無効にするよう審判の請求をしましたが認められず、納得のいかないカゴメは知的財産高等裁判所に提訴しました。最終結果はカゴメの勝利。特許申請した成分バランスと味の関係がはっきりしないからという理由でした。最後に、これは裁判ではありませんが争いがお祭りになったケース。スペインのトマト祭り、ラ・トマティーナです。街の中でトマトをぶつけ合う変わった催しとして知られていますが、その起源はよく分かっていません。酔っ払い説、政治への不満説、ただの喧嘩説などいろいろありますが、何かの原因で誰かが誰かにトマトを投げつけたのがきっかけだったようです。始まったのは1940年代半ば。年々エスカレートして禁止されたりもしつつ、ルールが整備されて大きなお祭りに進化してきました。日本でも東京でラ・トマティーナをお手本にしたトマト祭りが計画されたことがありましたが、食べ物を投げることに反対もあって開催には至りませんでした。その後、大阪で別の団体が企画して赤い水と赤いスライムを使ったトマト祭りが行われたようです。伊藤園とカゴメの裁判で争われた製法のジュースは現在も理想のトマトとして販売されています。千狩り農場でも美味しすぎて訴えられるくらいのトマトを作りたいと思います。